チラ。チラチラチラ。皆様こんにちは、ゆうちんです。ゆうちん先生です。じゃーん。すごいでしょ。これね、音符ブロックがあるんです。じゃーん。虹が出たり、傘が出たり、結構可愛くできたと思ってるんですけど、これ、シュルカーボックスを使っています。シュルカーボックスって、普通のブロックよりも描画距離が短いので、こんなギミックが作れるんですよ。で、音プロの下もちょっとこだわってシュルカーボックスにしてるんですけど、これ、ハープの音が出るんです。草ブロックと一緒だから別にね、やる必要はないんだけど、ちょっと聞いてくださいね。って感じで、文字の形に音符ブロックを置いたものを、音楽を乗せてやってしまおう。演奏してしまおう。という、そういう、まあこれプレゼントにとってもいいと思うんですよね。でね、シュルカーボックスの上に置くときには注意してねって言いたいんですけど、見て。シフトをしながらじゃないと乗せられません、音符ブロックは。じゃないと、ね、開いちゃいます。気をつけてね、これ。あれそれでね、今からちょっとコツみたいなのをお伝えできればいいかなと思って説明ちょろっと、初心者向けではないです。はっきり言うと。なんですけど、こんな応用方法があるよっていうのを知っていただきたいのと、もしちょっとチャレンジしたい方がいたら、簡単にチャレンジできる方法もあるよっていうことを説明したくて。で、この音符ブロックって何が難しいかっていうと、干渉してしまう。レッドストーン信号が干渉してしまうというのを計算するのが難しいんです。多分。分かってるよって方は、飛ばしちゃってください、これ。形取った時に、どうやったら、干渉せずにいけるかっていうのを考えるときに、これ全部一度になりますっていう例なんですよ。一度に全部なります。今やってるのは。で、どうやったらなりますっていうのを覚えるよりも、ちょっと、実際に鳴らしてみたら早いんじゃないのってのが正直な話なんですけど、私のこの右脳人間的な考え方では。いやでも、一応理論はあるんだけど、多分ね、理論を説明すると、頭がウニになっちゃうので、こんなパターンで全部なっちゃいますっていうのだけまず覚えてください。これ後半でも出てくるんで、ならないパターンもあるんですよ。あれってなるんで。で、じゃあ私が実際にこれを、例えばプレゼントとかでメッセージを載せたりとかして、で、平面だと絵も一緒に添えられたりするじゃないですか。壁は難しくても地面を描けるぜみたいな。そういう時に、じゃあ、どうやって進めたらいいのかっていうのを、ちょっと即興でやってみたいと思います。即興でというかこれ、セリフが後付けなんで、今、画面を見ながら私は喋ってるんですけどね、これ。ちょっとセリフと動きが合ってなかったらごめんね。一発撮りしてるから。今これ、どういうメッセージにしようかなーって考えてるとこなんですけど、これ、本当は最初、愛してるにしようと思ったんだけど、いや、さすがに愛してるは絶対、ないよなと思って、今からこれ、壊すんで。を作って。しかも、もうまく作れなかったし、ちょっと、違うと思って、今、ちょっとここから飛ばしますね。はい、タイムスキープ、ピー
気を取り直して。今使っているのは、茶色のテラコッタです。これ音符ブロックと一番見た目が近いんじゃないかなっていう色がね。だから、まずは、音符ブロックだと干渉とかが大変だから、まずは、自分が作りたい文字をこんな感じで、茶色のテラコッタ、茶色系のなんかで文字を作ってみたいと思います。愛してるはちょっとあれ、だからちょっとボキャブラリーが少ないって思ったんだけど、自分で大好きにしてみました。じゃあちょっと、早送りします。まあ、こんな感じかな。それでじゃあ、どこから音符ブロックを始めようかっていうのを決めて、まずは、1音、ここに作ってみてください。で、今私はもういつも通り適当に作ってるんで、頭の中にある音楽を作っていくんですけど、例えば、世の中にはいろんなね、音プロ技師さんとかが、作り方動画を出してるじゃないですか。で、中には単音の1音だけで、音楽がメロディーを作ってくださっている、そういう作り方動画もあります。特に、レイジャーボーイクロフトさんとかのあーちゃんとかの動画とかとってもおすすめなんですけど、好きな曲、自分が好きな曲を選んで、その作り方動画をまずは見てください。私、単音で出すこと少ないから、私の中で、本当は自分の動画これ見てねって言えばいいんだけど、でも、他の人の方が絶対あるからさ、今日のところは他の人の見たらいいんじゃないのって言っとくね。それで、まあ、こんな感じで単音を作っていきます。で、作っていく時のコツなんですけど、音符ブロックの場所を決めて、こことこことここに乗っけていくという風に音符ブロックを作ります。置き換えます。テラコッタを。で、そのクリック数なんかは動画を見ていただきたいんですけど、多分わからないなって思うところが、おそらく、リピーターとレッドストーンダストの関係だと思います。で、リピーターだけで全部つなげる場合は、ダストがいらないはずなんですけど、文字と文字の間が空いてるんで、やっぱりどうしてもダストが必要になってくるんですよ、こんな感じで。だから、レッドストーンダストは、リピーターとリピーターの間に置くとか、音符ブロックとリピーターの間に置くとか、そういう風に、覚えていただければと思います。ちょっと、違うなと思って。これなんか見ながらとかじゃなくて作ってるから、頭の中に、ミーシャさんの愛の形でしたっけ？あの曲、大好きだなーと思って、ちょっと今、勝手に作ってるだけなんだけど、いや、本当はね、ちゃんと作り方動画を見てやったらいいと思います。で、音符ブロックと音符ブロックの間をリピーターでだいたいつなげていらっしゃるので、皆様。なので、その間、届かないところをレッドストーンダストでつなげるという風に作っていきます。で、ちょっとこれカッコつけて、ちょっと友人だから、やっぱりバースをつけたいかなと思って、ちょっと今ベースをつけてるとこなんですけど、メロディーだけだと単音なんですが、ベースになると例えば2音同時に鳴らすということになります。で、隣同士だったら何も考えずになります。こんな感じで。ただ、これも隣同士ですね、今。ピタッて隣に繋がっているのは、もう音符ブロックに置き換えて大丈夫。ですが、斜め。ここ斜め。後から修正するから見といてね。
斜めのやつはなったりならなかったりします。このままだと。で、レッドストーンダストを間に入れてください。間にっていうのが斜めのブロックの間、音符ブロックと音符ブロックのこの斜めの接合しているというか、斜めの部分の間にレッドストーンダストをポッと置いてください。で、そうすると、鳴るパターンがあります。鳴らないパターンってなんだよって話は後から出てくるんで、ちょっと待っててくださいね。あ、これ鳴らないじゃんって後から自分で気づくから、作ってる時は、鳴るかなーと思って、いや、ちゃんと理論は知っとるよ。知っとるんだけど、右脳で動いてる時は、それ、あれ、鳴るはずだって思って、バババババって置いてる時があるから、後で、あれ、鳴らないじゃんって気づく時もあるんですよ。しかもこれ作ってるの、めっちゃ眠たい時に作ってて、ちょっと、これで鳴るはずだって言ったら、あれ、ほら、今鳴ってない。鳴ってなかったんで、あれ鳴ってないよと思って、あれなんでって今見てるんですけど、あ、これだってなって。あ、鳴らないのはなんでかっていうと、レッドストーンダストからレッドストーンダストには繋がらないんです。これちょっと難しいんだけど説明が。音符ブロックにレッドストーンダストから入っている場合は、その先のレッドストーンには行かないんですよ。どういうことかっていうと、ここ差し込みますね。というわけで、これ、リピーターから繋がっているパターンですよね。で、そうじゃなくて、音符ブロックにレッドストーンダストを置いて、そこから信号をつなげた場合は、その先のレッドストーンダストには信号がいかないんです。難しいんだけど説明わかるかな？次の2つ目のレッドストーンダスト光ってないでしょ？でも、これが手前がリピーターだったら、あっち側まで行くんですよ。わかる？こっちはならない。うんって言ってる。こっちは、手前の方は、なるんです。あら不思議。なんでって聞かないで、そういう仕様なの。これはいつも説明が難しいの。こっから先の説明がいつも難しくて説明ができないところなの。そういうもんだと思って。だから、レッドストーンで斜めにつなげた時にならなかったら、あれ？なんでってなった時に、あ、手前がレッドストーンダストだったって気づきます。おそらく。で、そしたら、リピーターを分散させて、例えば2遅延だとしたら、手前と奥に、リピーターを足し算で、合計遅延が2になるようにずらしてあげます。で、音符ブロックに入る信号をレッドストーン、リピーターから入るように、リピーターでつなげてあげるようにすると、その斜め隣のところにも、信号が行くようになりますので、あ、これも呪文だよって人は、また聞いてくれ。あ、やばい、また聞いてくれじゃない。また聞いてください。あ、先生モードだった今日。というわけで、文字で、気持ちを伝えようとか、音符ブロックを平面に置いて、文字を作って、そこに単音の音符ブロックを置いていって、誰かの、作り方どうかなんかを参考にしながら単音で文字を作って、で、そこになんかちょっと絵を添えたりとかして、マイクラのギフトにするっていうのはいかがでしょうかというご提案でございました。ちょっと後付けで録画して、音を録画しているので、たどたどしくてごめんなさい。たまには台本なしもやったりします。気に入ってくださった方、高評価、チャンネル登録、そして、ハイプっていうのが最近できたんですけど、ハイプよろしくお願いします。ゆっちん作りに来てっていうのも、配信していいよとかいう方優先に、
読んでいただければ作りに参りますので、特に絵が描いてあるところに音符ブロックを添えるとかめっちゃ得意なんで、読んでください。というわけで、ゆうちん先生でした。では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 。またね。ありがとうございました。